面白いんですよね、明夫会長の生い立ちも。いかにもタイムスリップしそうなことをしてるっていうか。喜一郎さんできましたよ。喜一郎さんだけは別格です。永遠の推しメンです。人生変わりましたね。だから書いた私が。トヨタイムズの富川悠太です。今日は都内の製本工場に来ています。トヨタと製本工場、どんな関係があるのかと言いますと、実はですね、豊田喜一郎さん生誕130年という節目にある小説を刊行するんです。まさにここはその製本現場なんですね。今ここは最終工程、カバーを自動に取り付ける作業が進んでいます。この小説の名前はトヨタの子。帯、明夫さんが書いてるんですね。この小説を読んで2度泣いたと書かれています。さあ、この小説どんな内容なのか、どこよりも詳しくたっぷりとお伝えします。講談社から出版されたトヨタの子。トヨタ自動車の創業者豊田喜一郎さんが無謀とも言われた国産乗用車への夢を追いかけ挑戦を続けた時代に、なんと孫の明夫さんがタイムリープし友情を育むという小説です。伝記でもあり、経済小説でもあり、ミステリーでもあり、 SF でもあるというこれまでにない少し不思議な物語。その執筆を講談社から依頼されたのが小説家の吉川恵里さんです。徹底した取材をもとに警察を舞台にしたミステリーなど、これまでに数多くの作品を手掛けてきました。今日はですね、産業技術記念館でトヨタの子の作者である吉川恵里さんにお話を伺ってまいります。吉川さん、お久しぶりです。お久しぶりです。どうもお久しぶりです。お久しぶりです。お世話になります。なんでお久しぶりなのかと言いますと、やっぱり取材してらっしゃるからいろんなトヨタの現場にねいらっしゃるんですよね。そうですね。何回も会いました。あ、またいた、またいたってね、お互いに。今日ね、僕この場所でお話を聞きたいと思った理由は、やっぱり本の中ですごくディテールに触れてらっしゃって、この風景が思い浮かんだんですよ。昔ながらのレンガとか建物とか。そうですね。ぜひここでお話を伺いたいなと。私としてもここ初めて取材に来たのがここだったので。そうなんですね。やっぱここはトヨタ生誕の地ですけど、トヨタの子が誕生した瞬間の場所でもあるので、大好きな場所です。ここトヨタ産業技術記念館はトヨタグループ発祥の地に残された当時の建物を生かし、繊維産業や自動車産業の変遷などトヨタの歴史を分かりやすく紹介しています。今回執筆にあたり資料提供や取材サポートなどをトヨタが協力しました。取材を続けるうちに吉川さんにとって喜一郎さんは特別な存在になったそうです。では自動車館、行きましょうか。何度来てもなんかこう私的にはキュンとくるというか、なんか喜一郎さんの領域に入ってきたみたいな。そうです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 。こういうところから始まったんですよね。キュンとします本当に。喜一郎さんの顔を見ると、もう推しメンなので。推しメンです。私もスマホの待ち受けも喜一郎さん。そうなんですか。すごい。じゃあもう完全に恋しちゃってるじゃないですか。まあ推しです。はい。推しですね。もう大好きで。創業期の建物を移築した展示ブースへ行くと、なんかこう匂いがねここから変わるんですよ。本当木のね、しかも昔ながらの。もうまさにしくタイムリープしてきたような。ここでねぐーっと過去に。そう。
推しメンがここ歩いてたんですよね、このそうですよ。床を。煽んないでくださいよ。キュンキュンしちゃいますから本当に。ねえうんこういうのが残ってるっていうのはどうでした？いやよく残してたなと思ってねえすごいですよね。雰囲気がねよく残してたなっていう。うん形もそのまんまですしね。そうそうそうすごいですよね。続いて向かったのはトヨタグループ館。1925年に建て替えられた旧豊田紡織本社事務棟を当時そのままに修復したものです。吉川さんも取材のために何度も足を運んだそうです。その理由の一つが2階にありました。役員会議室なので。じゃあトヨタ自動車ができたのはそうそうここで決定したのはこの場所？そうですここでやるかやらないかで揉めたシーンが小説にも出てきますけど、その町長発信のやり取りがあったところですね。書いてあります。役員会議室、ほら、役員会議室わかりやすく書いてありますよ。うわー感動するこれは。おお。それではトヨタ自動車が生まれた場所でトヨタの子誕生の秘密をたっぷりとお伺いしましょ現物がここにあります。かなり分出来上がりま厚くてした。分厚いですね。最初うわっとちょっとインパクトがあったんですけど、はいお世辞抜きにしてもうサラサラサラっと読めちゃいました。あ本当ですか。はいありがとうございます。トヨタの勉強にもなりますよね。そうですね。これは会社の一つの丸ごともうほぼ120年ぐらいかな。はいその産声を上げる前夜から始まってるので、トヨタの現在地と過去がどうだったのかっていうのは大体網羅されてるかなと思いますね。だから途中途中で吉川さんのイメージで書かれてる部分も多々あると思うんですけれど、はい全部史実に感じてくるんですよね。そうですね。タイムリープはしてないですけどね実際にね。でも起こってる事実はポイントポイントで押さえて書きました。はい。トヨタにはもともと詳しかったんですか？全然一切です。私仮面に7回落ちてる人なんですよ。で珍しいそれは。仮面7回ってそう聞かないですよね。でなんとか取れたんですけど、やっぱもうその瞬間に車に対する嫌悪感がもうなんとか取ったけど、もういいってなって、むしろ嫌いだった。もう嫌いになっちゃいましたね。やっぱ7回も落とされると、なんかね自分の操作のせいなんですけど、なるほど。もう私には制御できないものだっていう感覚になってて、それからもう19年ペーパードライバーで。車もそんな好きじゃない？全然好きじゃないし興味もないし。トヨタも全然興味がない。すいません、車も持ってなかったし。なのに、はい、小説を書くことになってしまった。そうなんですよ。だから最初お話いただいた時は断ろうと思ったんですよ。経済も書いたことない、歴史小説も書いたことないので、歴史も全然知らないし、そうなんですよ。だから書けないと思ったので、ちょっと、そう保留にしてもらったのを覚えてますね。推しメンの喜一郎さんも興味はもともとなかったんですか？本当私ここで言っていいのか分かんないんですけど、存じ上げてなくて。そもそも知らなかった。そうなんですよ。清会長のこともなんとなくしか知らなくって、豊田家がこう代々率いてる会社っていうこともあんまりちょっとよく分かってなかった。そもそも車乗らないし知らないし、そもそも嫌いだったっていうのもあるのでそう意外。そんな吉川さんの心境を変えたのがこちらの伝記豊田喜一郎でした。正一郎名誉会長を中心に編纂されたものです。仲間たちと命がけで車作りに挑んだ喜一郎さんの情熱と生き様が貴重な写真とともに綴られています。しかし喜一郎さんは戦後志半ばで倒れ、本格的な国産乗用車の夢は果たせませんでした。全く知らなかったところから、どういう経緯で推しメンにまでなってきたんですか？やっぱ電気がトヨタ自動車から出てる世紀の伝記を読んだ時に、なんかやっぱ涙なしでは読めなかったんですよね。やっぱりどうしても喜一郎さんの人生かなり無念が残った最後だろうなと思うので、その結末を分かってて読んでるとなんか辛いのもありますけど、
ここまで試練が続くかっていうぐらいに続くじゃないですか。でも絶対諦めない。でなんかこうで伝記なので事実しか書いてないんですけど、その余白から喜一郎さんの気迫とか思いとかすごい伝わってきたんですね、私が読んだ時に。で私ちょうど読んでる時にもう仕事が忙しすぎて、ぎっくり腰でもう一歩も歩けなかった時に読んでたんですよ。でこのあとこの新しくこの仕事に取り掛からなきゃいけないプレッシャーとかもすごいいっぱい降りかかってる時で時間がなくって。で折れそうだった時にこうちょうど読んだので、なんかね行間から喜一郎さんにすごい泣きそうに出てきちゃった慰なんかこう勇気づけられてるような感じになって、でも絶対書きたいと思って、すいません私この話するとすぐ泣いちゃうんですけど。いやそれだけねもうずっとそばに喜一郎さんがいて、乗り移ってたのか本当に寄り添ってたのか、なんかそんな感じですね。そばにいてくれてるような感じが。でも多分本を読むとみんなそう思うと思うんですよ。喜一郎さん好きになりすぎちゃったっていうところもありますよね。永遠の推しメンです。私全然そういう人いなかったんですけど、好きな俳優とかも、やっぱ喜一郎さんだけは別格ですね。もうさっきポロッとおっしゃってた、なんか言いましたっけ？写真をもらってどうしたって言いました？写真をカラー化してカラー化しちゃった今流行りのアプリを使って全部カラー化して、ちょっと見せていただいてもいいですかそれ。もうこれおーすごい。いやこれこれすごい。これ写真フォルダーからいきますか？はい。写真フォルダー。これちょっと待ってください。今写真フォルダーじゃなかったの？今のはね壁紙です。壁紙にしてんだ。すいませんもう毎日喜一郎さんの感じ。超推しじゃないですか。これいいですか？すごいです。ほらめちゃめちゃリアルじゃないですか。これちょうどトヨタ自動車立ち上げた直後ぐらいかな。ほら。全然わかんない。これ私が一番好きな写真です。ちょっと微笑んでて、充実感がある。そう他の画像はねやっぱりこう写真なんでキリッとしてるんですけど、これだけはちょっとやっぱ嬉しかったんだと思うんですよね。写真車を展示して販売開始する頃だったんで、これ可愛いですよね。子供の頃の兄弟で愛子さんと学生時代ですね。もうやっぱりずっと出てきますね。すいません。喜一郎マニアから。すいません。イケメン。これはイケメンですね。これ就職した頃かな、トヨタ紡織に。写真見ることあるんですか？結構だってもう壁紙ですからね。そうか、だから毎日見てる。毎日見てスマホ開くたびに見てますね。もうどうですか、吉川さんの独特な推し活。喜一郎さんをより身近に感じることで息遣いまで聞こえるような文章が生まれたのかもしれないですね。喜一郎さん自体は調べていろんな調べて、その人物像を忠実に描いたのか、ご自身の中でどんどん推しが強くなってきて脚色部分も強くなってきたのか、どっちですか？そうですね。ただ私が読んだ時点では優しい人で穏やかな人で現場に寄り添ってる人っていうのはすごい感じたので、このままで全然大丈夫なキャラっていう脚色しなくても大丈夫だっていうのはありましたね。電気だけじゃなくて、いろんなこの産業技術記念館もそうですけど、あらゆる関連施設を取材して回られましたよね。特に印象に残ってる場所とかあります？全部好きなんですけど、やっぱ倉ヶ池の喜一郎邸ですかね。今多分いっぱい公開されてないので、私が初めて行った時は入れなかったんですけど、やっぱこう外側から見てるだけでもやっぱこう推しメンが住んでた家だみたいなねあそこに結構1時間ぐらいうろうろしてたんですよ。守衛さんがちょっと離れたところにいるんですけど、あの人いつまでいるのかな顔で見られてたのを覚えてます。喜一郎邸にやってまいりました。
ね。また来れました。嬉しいです。推しメンの家に来ました。おすすめの家です。もうそういうとまたもう住んでたんだここにってね。ねえ、なりますね。行きましょうか、中に。行っちゃいますかね。ね、はい。いいですね。やっぱこう本当当時の雰囲気が残ってるような。本当そうですよね。モダンな昭和モダンっていうんですかね。はい、失礼します。失礼します。僕も1年ぶりぐらいですね、こちら。そうなんですね。はい、明夫さんの社長最後の日に来て以来です、僕も。あそこで火遊びしたっていうね、火遊びの跡があるところですよね。やんちゃ。そう。豊田倉ヶ池記念館にある喜一郎邸。明夫さんが暮らした建物でもあります。小説「トヨタの子」には明夫少年のやんちゃぶりや物語の鍵を握るタイムリープの舞台としても登場します。なんか功績があるようで。すると突然吉川さんの取材が始まりました。今何を探してるんですか？そうですね、はい、ここが喜一郎邸がまだ八事の方にあった時に、はい、防空壕の入り口がどうやらあったらしいという資料で偶然見つけまして、はい、物語ができた後にその存在を知ったんですよ。でその入り口めっちゃ使いたいと思って、で場面に生かしたっていうのがあるので、はい、その入り口この辺にあるはずなんですよ。そうなんですよ。こちらが吉川さんが見た防空壕の写真です。本当にいろんな資料を読み込んでいたんですね。これかな。なんかこれっぽい。で結構小さい穴で下にこう石階段が続いてて、下のこの物置部屋になってるところから、そこをこう防空壕として利用していたらしいんですよね。なるほどね。ついつい探しちゃうんですけど。こうやってずっと取材してたんですね。一人でずっと。多いのかな、まだ。そうですね。もう一つ重要な舞台となるのが半地下です。あそこで全てが始まるみたいな。はい。あそこに例のものがあって、はい、でも箱にするとあれぐらいで重くて運べないぐらいですもんね。お札が貼ってあって、お札が貼ってあって、もういてストップストップで、でもダメでしたか。はい。明夫少年がダメ。ネタバレはダメです。言いたい。ダメです。ここまで来たから言いたい。ダメですか。はい。実はここ今は物置となっています。この場所をあんな重要なシーンに変えるなんて、いやー本当に吉川さんの想像力ってすごいの一言ですよね。だからもう物語を通してキーポイントになってくる場所がこの半地下のあの場所。そうです。ここですね、本当にまさに。では吉川さん、せっかくですから喜一郎さんご本人に完成したご報告をしましょうか。渡しちゃいますか。なんて言えばいいんだろう。推しに向かってなんて言えばいいのみたいな。喜一郎さんできましたよ。見ていただきたいですね、喜一郎さんにも。ぜひね。どう思うのかな。すごい不安です。いやこういう風に書いてくれてありがとうって言ってくれるんじゃないですかね。言ってくれますかね。そう言ってもらえると嬉しいですけど、でも多分行間に私の愛が溢れちゃってるかなと思うので。こんなに僕をよく書いてくれてありがとうっておっしゃるかもしれないですね。そうですかね。そう言ってもらえると、いやでもね、ご本人がやっぱすごい魅力的だと思うし、もうすごいことを成し遂げた方だと思うので、やっぱ本当に私自身が知らなかったっていうのもあるので、40何年も生きてきて、本当に一人でも多くの人に知ってもらいたいなっていうのはありますね。はい。喜一郎さんをテーマに小説ってなった時に、タイムリープの話になっていくと。どういう流れでそうなっていくんですか。伝記ってどうしても読者層が中高年の男性になってしまう。で、若い人と女性に読んでもらえる伝記にしようっ
っていうのがやっぱスタート地点にあって、で一番最初創業メンバーが写った写真があるんですけど、女性が何人か写ってるんですよね、3人か4人。でもお名前が残ってないんですよね。であの方たちにちょっと結構なんていうのかな、焦点を当てて描きたいなと思って、一番最初のプロットは女工さんっぽい感じの人と喜一郎さんのこうダブルキャストみたいな感じのちょっと NHK の朝ドラっぽい雰囲気で描いたんですよ。でそうしたら女性も読みやすいだろうなと思って、で書き終わってお見せして、評判良かったんですけど、これ女性は読みやすくなったかもしれないけど、若い人はってなって、まだ若い人取り残してるなと思って、で今若い人異世界ものとかタイムリープすごい流行ってるので、誰かタイムリープさせるかみたいなのがちょっと思ってて、でちょうどその時に秋代会長も私の1本目のプロットで物足りなさを感じたみたいで、秋代会長自らが「俺がタイムリープするのはどうだ」みたいな言ってきて本人案だったんですね。本人もいて、で私もちょうど考えてたのでタイムリープいいですよねってこうなったんですけど、いやでも秋代会長が無理、書けないって、いや最初はすごい拒否しました。なんで秋代さんは書けないと思ったんですか？やっぱこう喜一郎さんを書く段階でもすごいやっぱ気を使ったというか、やっぱ実在した人を書くのは初めてだったので、で今秋代会長いるしみんな知ってるしもう元気すぎるぐらいですよね。そうでなんかこう私の中でキャラをこう自由に走らせて書くような雰囲気でいつも書いてるんですけど、今生きてる人を書くとものすごい縛られる感じがあって、ちょっととても書けない。これ本当謝らなきゃいけないんですけど、結構秋代会長にひどいこと言ってるんですよ私。例えばだから秋代会長がキャラとして出ても誰も共感できないですよって言ったんですよ。なんでですか？言うなれば御曹司じゃないですか。でやっぱり読者というのは主人公だったりキャラに感情移入して読みますから、私の中ではすごく恵まれた環境で生まれて、私は秋代会長のバックボーンを全く知らなかったので、その時点で。どういう方かも全然知らなかった、あんな面白い人だと思ってなかったんでだから本当に失礼なことを言ったなと思うんですけど、あなたの人生は誰も共感できないからキャラにはできませんってはっきり断ったんですよ。話したら全然違うでしょ？全然違う、こんな面白い人だったんだと思ってでまた面白いんですよね、秋代会長の生い立ちも。でなんかこういかにもタイムスリップしそうなことをしてるっていうか、何の脚色もなくこのキャラでそのまま描けるなって思った瞬間があって、やっぱこういろいろ調べるうちに、でもうすごい拒否したんですけど、もう私自身がコロッと翻ってやっぱ描くわって、秋代会長もう出すわって感じでようやくスタートしたって感じだったんですけど、秋代さんがここにも書いてありますけど、2度泣いたっていうね、これぐらいは言ってもいいのかな。まさにこの泣いたのは公聴会のシーンなんですけども、公聴会のその前とか後とかってちょうど僕が初めて会った時と変わるので、秋代さんからものすごく話を聞いてる話なんですよ。それがほぼ思い浮かんで、本当ですか？同じようなやっぱり状況を書かれてるんで、1時間だけお時間を取ってくださった時あったんですけど、その時ももう聞くこともほとんどなかったので、書き終わってたので。そうなんですか？だからもう雑談程度で、あと一番最後に登場する大切な車があるじゃないですか。であれを私は最初レクサスにしたんですけど、あれは秋代会長から直接聞きたいなと思ったんですよ。でその話をしたりとか、その程度でしたね。だから本当に自由にこう大量にある資料の中で自由に遊ばせていただいたみたいな感じで、書き終わりましたけど、今のはギリセーフですね。大丈夫だと思います。最後の車のレクサスではないっていうのが分かっただけで、しかも車が出てくるっていうのが分かった。車のね会社の人ですから全然。言いたい。いい場面なんですよね。あそこ本当にいいですよね。私も一番好きなシーンで。吉川さんの中でここ見てほしいっていういっぱいあるかもしれないですけど、
あえてあげるとしたらありますか？そうですね、労働争議のシーンかな。はいはいはい。あそこでタイトルにつながる言葉がパッと出てくるんですけど、実はあのシーンに一番苦労して、そうなんあそですね。こだけは何回も書き直したんですよね。最初はもっと暴力的なシーンだったんですよ。で何回書き直してもうまくはまらない。で喜一郎さんのパートの一番のクライマックスのシーンでもあるので、ここがちゃんと着地しないとうまくいかないなと思って何回も書き直してるうちに、私自身がもっとその労働争議を起こした側、社員の方たち、当時の行員の人たちに寄り添わないとダメだなと思って、でトヨタのチームの方々に労働争議のシーンをもう少しちょっと膨らませたいので資料をもう一回ちょっと貸してくれないかって言って、もう一回調べ直して、でやっぱりあちらの経営側の思いもある。私はそっちばっかりちょっと書いちゃってたんですけど、現場の人たちの声をたくさん拾ううちに何の脚色もしなくてもドラマになると思ったんで、書いてるうちにそこでトヨタの子っていうもう一つ別のワードがポロッと出てきて、でよかった、これで着地できると思って、あそこのシーンは作者としては一番苦労したところだったので印象に残ってます。書いてるうちにトヨタの子っていうのはポッと出てきたんですか？そうなんですよ。セリフとして喜一郎さんの思いをつらつら書いてるうちに彼らもトヨタの子だったっていう言葉がパッと出てきたので。そうなんです。でもきっと喜一郎さんも思ってたと思うんですよね。すごく現場の従業員思いの方だったので、そうやって本当に寄り添って喜一郎さんに寄り添ってもらいながら書いていると、どんどんパッと自分でも想像しないものが出てきたりするんですね。やっぱ意識しないものがバーッと出てきますね。面白い。なんかトランス状態みたいな感じなんでしょうね。わかんないですけど。実際にタイムリープしてるんじゃないですか、吉川さん。してないですよ。トヨタの子の見どころはまだまだあります。それは物語を彩る数多くの名車たち。いろんな車が登場してくるじゃないですか。でも車はそんな好きじゃなかった。そうなんです。どういうふうに調べていったんですか？助けていただいたっていうのが最初バーッと調べましたけど、やっぱりなんていうのかな、トヨタ博物館の方とかもう本当にクラシックカーとかに詳しい方が読むと、いやそんな車この時代に走ってるわけがないとかあったと思うので、いろいろ候補を挙げていただいて、で私もトヨタ博物館あそこに何回も行って。あそこも何時間もいましたね。だから係の人、あの人何してるんだろうって絶対思ったと思うんですけど、だからクラシックカーのところ1時間か2時間いて、これがいいかなあれがいいかなっていうのをやりましたね。トヨタ博物館にやってきました。こちらではですね、小説に出てくるトヨタの車以外の車も展示してあるので、たくさん見られるのでちょっと見に行きましょうかね。トヨタ博物館といえば、トヨタの歴史といえばこの方しかいません。布巻さん、すいません、よろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました。じゃあね、いいですか、はい、もうさすがもう通過です。何も言わなくても連れてってくれる。お願いします。ここからですね、その日本の自動車産業がまさに始まった1930年代の風景をご覧いただいているという感じになります。まさに今ここにタイムリープしたわけですね。そうですね。はい。こういう車が走ってたんですね。はい。結構いろんな車があるように見えるんですけれども、実はこの車もあの車もみんなアメリカ車だったんですね。で、ここにあるのはちょっと貴重なアメリカ車で、例えばこのフォード A 型は横浜の工場で作られた、日本製。そうなんですよ。でこちらのシボレーも大阪の工場で作られた日本製のアメリカ車ということですね。でこんな車が実は9割を占めてたのが当時の日本の道路事情だったということで、その隙間にこういう小さい、例えばこれはダットサンだったり、あちらのダイハツダイハツの三輪だ。はい、
ダイハツもこれ創業期に近い頃の3人ですね。こんな、まあちょっとこうどちらかといってば安い車を中心に日本車があった、でそんな中に本当の日本の乗用車を作りたいっていう思いから喜一郎さんがあちらの A 型を作られたという感じになります。大きいですね、やっぱりこう見るとね。ですからこういうアメリカ車に対抗するには初めからこういう本格的な乗用車を作らないと、日本の自動車産業が立ち上げられないっていう強い思いがあったんだと思います。また小説を読んでからこの車を見に来るとまたね、いろんな情景が思い浮かんできて。そうですね、もうまさにこの今いらっしゃるこのフロアがトヨタ博物館の中でも最もそういう雰囲気がよく表れているエリアになるかなというふうに思いますね。こちらが小説にも登場する SA 型なんですけれども、見ていただくと分かるようにトヨペットっていう名前がついてて、このトヨペットっていう名前をつけた初めての車でもあります。で今の車掌にもなっているカタカナトヨタ、トヨタイムスのトヨタにもつながるこのトヨタの紋章を公募して選ばれた、社内本の時に教えていただいたやつですね。そうです特別に、すいません、ものすごく恐縮です。すいません、失礼いたします。お、またハンドルも可愛いですねあ、ふかふか、すごいバネが、椅子のバネを感じます。これほら柔らかい。あ、後ろは結構硬めで下は柔らかいですね。やっぱり疲れないように工夫をね。そうですね。当時の道路事情がまだまだ凸凹道ばっかりだったので、まあこういった柔らかいサスペンションや柔らかいシートでクッションになってたんだと思いますよ。これマークもおしゃれですね今でもすごいおしゃれだと思いますよ。こうトヨペットがほらなんか車っぽく見えるような、このドアもこっちから開くんですね。そうなんですよ。そのおかげでちょっとまあ今閉めますけど、まあこう開けるとですね、足がここから入れられる、こうスーッといきますね。着物だったとかもあるんですか。そうですね。袴履いていらっしゃる方もまだいらっしゃったかもしれないですし、足さばきはかなり意識されたというふうに思います。この色を選ぶのにも当時の芸術家の人たちの意見を聞いて、選ばれたということで、今でいうデザイン審査みたいなことをもう喜一郎さんやられてたんですね。まあそういった意味でこういろんな今のようなこう車の開発に近いことをもう本当に創業期の頃からやられてたなというふうに思います。おー、またいいですねここ。実はこの車のエリアは本当に乗用車が発明されて世の中に広まり始めたかなという頃の車なんですね。これです。これが実はこれが小説の中でも大変キーになる車なんです。おお、イギリス製のランチェスターという車になりますね。まさかのまさかですね。いいですかね、話しちゃって。謎のエンジンの車ですね。そこまではいいかなっていうことは、どこについてるんだそのエンジンは。こちらから見ていただくと今見ていただけるようになってるんですが、こうですね。これがあれですね。これが謎のエンジンですね。はあ、想像より大きいわ。うわ、大きいですねやっぱり。そうですね。このエンジン水平対向の2気筒になってまして、この緑色のがシリンダーの部分になります。この水平対向で振動を打ち消すような原理で考えたんですけども、さらに、クランクシャフトがパンタグラフ状になっているという非常に今でもないような構造をとって、まあ、いかにその振動を打ち消すことにこだわってたかっていう非常に緻密で凝ったエンジンですね。でその意味でも貴重なんですけども、実はこのランチェスター自体がイギリスの乗用車の始まりでもあるんですね。そうなんですね。ですからそのイギリスの自動車史にとっても非常に貴重な車ですし、まあ小説の中でも非常に大事な役割を果たしているという二重の意味でぜひご覧いただきたい車ですね。これは価値ありますね。これが何年代ですか？1904年ですね。1904年。あら、日露戦争じゃないですか。ですから登場人物が
ちょっと今の危ない。今の危ないです。今の P です。ランチェスターの謎のエンジン、なぜ謎なのかはトヨタの子をお読みください。もともとは車そんな好きじゃなかった、でもいろんな車を勉強していろいろ知ることになりました。こういろいろ知った中で吉川さんの好きな車っていうのは何ですか？憧れてるのはランクルー。やっぱ乗ってみたい。いつかは乗ってみたい。結構ごっついに行きましたね。なんかやっぱごっついのに乗ってみたいんですよね。コントロールしてみたいっていう欲求がやっぱ出てくるんですかね。そう別にオフロード行く予定も全然ないし、そういう趣味もないんですけど、やっぱランクルに乗ってみたいし、で私ダース・ベイダーがすごい大好きなんですよ。推しメン喜一郎さんですけど、ちょっと子供の頃からダース・ベイダーがなんかこう真っ黒いものがすごい好きなんですよね。だから結構最近よく目にするのはメルセデスのゲレンデ。でも AA 型もちょっとダース・ベイダーっぽくないですか？ただ AA 型はごつくないじゃないですか。丸っこいから、なんかでかくてごつくて怖そうなのが結構好きゲレンデね。ゲレンデをつい見ちゃう。トヨタの子書いたのに、全然もうすいませんトヨタイムズなのに全然もうゲレンデの話していいのかなっていう。全然問題ないです。トヨタイムズの主筆の秋夫さんが鈴木乗ったりとかヤマハ乗ったりとかして遊んでるので、はい。そうまあでもランクルかゲレンデにいつか乗ってみたいなと思ってるんですけど、何せ19年乗ってなくてやっと乗り始めて半年ぐらいなので、例えばそう実は吉川さん、トヨタの子を書き終えた後トヨタのルーミーを購入したそうなんです。車に乗りってこんなに人生変わるんだと思って、家族でプライベート空間を保ったまま移動できるっていうのがやっぱ初体験だったので、うちの夫もちょっと運転できないので、そう私がもうあれなんですけど、初めて家族で遠出した時やっぱ嬉しくて涙が出てきましたね。トヨタのエンブレムついてるじゃないですか。喜一郎さんが作った会社のエンブレムがついた車で家族を乗せて走ってる、こんな幸せないぞと思って泣きましたもん。帰り高速道路で嬉しくて。それご主人びっくりしたんじゃないですか？寝てましたけど、家族全員寝てましたけど、車を通じてハンドルを通じて自分の人生と喜一郎さんの人生が交わったような気持ちになったのかな。一人で涙流しながら中央フリーウェイを、ね、今ちょっとユーミンっぽく言いましたけど、中央フリーウェイですね。そんな思いになった時もありました。人生変わりましたね。だから書いた私が、書いた人が変わったんだから読む人もね、何か何か得てくれるとね。そうですね。嬉しいですね。はい。